まず考えたいのは、ここら辺でミスして相手にボールを渡すともうすぐ相手に立ち上がるというので、おそらく多くの、コーチはですね、まずは10ヤード20ヤードしっかり脱出したいなというマインドになると思います。つまりこの辺、自陣深いところですね。自陣深いところではやっぱり手堅いプレーをするんですね。例えばすごく優秀なレシーバーとクォーターバックがいるのであれば、じゃあこの2人が一番得意としているパスプレー、もしくはエースと言われるランニングバックがいるのであれば、得意なプレーです。誰の後ろ走らせようかと。この時では一番芯があるプレーをやってくるっていうのがほとんどだと思います。この辺っていうのは、比較的いろんなことをチャレンジしやすいシチュエーションなので、例えばボールを35ヤードになると、次は相手陣に進みたい、その次にフィールドゴールレンジに入りたい、その次タッチダウン取りたい、だんだん欲が変わってくるので、まずは敵陣にボールを進めようと思うと、この50ヤードから、残り例えば20ヤードなのか25ヤードなのか10ヤードなのかを、どれだけファーストダウンを重ねながら進めていくかということを考えると思います。この辺で勝負したいプレー、例えば初めてこの試合で見せるプレーとかですね、今まで相手がスカウティングしてないものを仮にやりたいと思うのであれば、この辺で餌をまいておいて、なるほどこういうプレーあんだっていうのをディフェンスに理解させておき、じゃあ敵陣に入ったらそのプレーの裏プレーですね、そのランプレーをフェイクした長いパスとかっていったことをこういったところで種まきをするといったことが結構あると思います。やっぱりボールが敵陣に入ると、まず次はフィールドゴールを蹴るところ、35ヤード以内に30ヤード以内にいかにボールを滑るかということになるんですけれども、この辺はですね、やっぱり一番自由にプレーを選択できるというところです。それからここから攻めていくと、だんだん奥行きがなくなるんですよね。奥行きがなくなるとディフェンスどんどん有利になっていくので、なるべくディフェンスに後ろを意識させて、その手前の空間で勝負しようということになってくるので、敵陣に入って最初のファーストダウンっていうのはロングパスとか長い距離を取りたいなというプレーをやることもあるかなと思います。ここでまず気をつけることっていうのはロスしないことです。QB サックスに対して5ヤード10ヤードロスしちゃうと、今度フィールドゴールレンジから出ちゃうんですよ。そうすると最悪フォースダウンでここまで進んだりパントやらなきゃいけないと。30ヤード近辺、この辺のプレーっていうのはこの辺のプレーと比較的似ててですね、安全なプレー、自分たちが自信持っているプレーをやることが多いです。パスでも長い間 QB がボール持つようなプレーよりもなるべく早く話せるようなプレーですね。こういったところを選択してくることが多いと思います。20ヤード入ってくると、ディフェンスにとってみると、守らなきゃいけない後ろのヤードがどんどん狭くなってくるんです。そうすると守らなきゃいけないエリアが狭くなればなるほどディフェンスの方が有利。例えば20ヤード入ってくると、同じパスパターンだともうエンドゾーンの奥まで行っちゃうので、じゃあ少し奥まで行く選手を少し変えてみようとかですね。大体レッドゾーン、20ヤード入ったところの別のパスパッケージっていうのをどのチームに持っていることが多いです。ゴールラインに行くと、この辺はもういかに少ないヤードをもう持ち込むかっていうことになるので、前に大きい選手をたくさん並べて、その選手を使って、一番いいランニングバックがどういった形でボールを持ち込むかというところが基本的な発想になってくると思います。ただし、もうこの人がボールを持つというのが決まっていると、当たり前ですけどディフェンスも止めやすくなるので、そのフェイクをしたですね、パスをレシーバーに投げたりとかですね。それに対してディフェンスは何を考えているかというと、基本的には傾向から判断します。ディフェンスとしては、じゃあこの傾向が強い、このオフェンスコーディネーター、このクォーターバックだと大体こういうプレーでこのフィールドポジション多いよねっていうところに対して、じゃあディフェンスはこれをやろうと。じゃあその裏をオフェンスとしてはさらにやろうと。勘に頼る部分はあるんですけど、それはよく英語で言うとエデュケイテッドゲストだったりするんですけど、過去の統計、なんかを考えながらですね、どうやってプレーディフェンスラインを決めていこうかというところで、戦っているのは選手なんですけど、実はサイドアールコーチたちがそういった勝負を常にしているというのが、アメリカンフットボールの一つ面白いところでもあるかな